皆さんこんにちは。卓球ギアの深層構造と最新市場事情に迫る動画解説へようこそ。ケンジです。皆さんこんにちは。ナビゲーターのみさきです。今日もワクワクする卓球のお話をケンジさんにたっぷり聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてみさきさん、最近新しく卓球を始めようとしている小中学生の皆さんやその保護者の方々から僕のもとにどんなご相談が届いているかご存知ですか？実はある切実で悲痛な悲鳴が殺到しているんです。悲鳴ですか？卓球って体育館とラケット、ボールがあれば誰でも手軽に始められる親しみやすいスポーツっていうイメージがありますけど、一体どんな悲鳴なんですか？そうですよね。かつては手軽で非常にリーズナブルなスポーツの代表格だった卓球なんですが、今現場のショップやクラブで何が起きているかというと、お店に行ったら新しく始めるだけで初期費用が2万円近くかかると言われた。カタログを見ても種類が多すぎて何を選べば損しないのかさっぱりわからない。お店で勧められるままにパーツを選んだらとんでもない高額になってお財布が爆発しそうという深刻な用具価格高騰の波が押し寄せてきているんです。ラケットとラバーを一式揃えるだけで2万円近くですか？小学生や中学生が部活動や地域クラブで始めるスポーツの初期費用としては想像以上にハードルが高いですよね。お小遣いどころか保護者の方にとっても相当な大打撃ですよ。うわー、高額な費用を払った挙句に上達のバタ曲げになってしまうなんて、そんな悲しいことってありますか？どうしてそんなことになっちゃっているんですか？実はそこには日本国内の用具メーカーによるマーケティング戦略や昔からの価値観にとらわれたベテランプレイヤー、指導者の方々が無意識に作ってしまう享受主義的トラップ、さらにはメーカーが仕掛ける高コストな消耗品ビジネスモデルという業界の不都合な真実が隠されているんです。業界の不都合な真実、なんだかすごく深い闇を感じますね。でもじゃあ初心者のお子さんや保護者の方々はどうすればいいんですか？泣き寝入りするしかないんでしょうか？ご安心ください。今回の動画ではそうした日本の危機的な現状を徹底分析した上で、隣の卓球王国である中国の市場や育成現場で何が行われているのかを解き明かしていきます。中国では小中学生が卓球を始める際、人間工学に基づいた素晴らしいジュニア専用用具をなんと日本の3分の1から4分の1という驚異的なコストパフォーマンスで手に入れられる完璧なエコシステムが完成しているんです。3分の1から4分の1ですか？どうしてそんなに価格が違うんですか？同じ卓球の用具なのにそんな魔法みたいな話があるんですか？そう思いますよね。ですがこれは魔法でも何でもなく、中国の自国メーカー同士の熾烈な多極競争や人間工学に基づいたジュニア専用の設計思想、そして EC サイトを中心とした高度なデジタル購買エコシステムが生み出した極めて合理的で科学的な構造なんです。今回はその仕組みを基礎から徹底的に紐解き、さらには日本からアリエクスプレスなどの個人輸入を活用して高品質な用具を安全かつ格安で手に入れる具体的なステップまで完全に網羅して解説していきます。すごいです。これを知っておけば、これから卓球を始める小中学生の皆さんも保護者の方々も無駄な出費を抑えつつ最高の上達環境を手に入れられるということですね。その通りです。今回の動画解説を最後までご覧いただければ、大手メーカーのカタログや店頭の言葉だけでは絶対にわからない卓球用具の本当の選び方と賢い調達方法が全て理解できるようになります。これから卓球を始める方、お子さんが卓球部に入った保護者様、そして指導者の皆様もぜひじっくりとお楽しみください。それじゃあ早速本題に飛び込んでいきましょう。ケンジさん、まずは全体像として今回の調査報告書で明かされた衝撃の発見のハイライトを教えていただけますか？これからどんなすごい話が飛び出してくるのか、全体的なポイントを知りたいです。素晴らしい着眼点ですね、美咲さん。それでは今回のレポートが突き止めた5つの主要な発見をまずはエグゼクティブサマリーとしてダイジェストでお伝えしましょう。まず1つ目の発見は、日本における卓球入門費用の異常な高騰と平均価格 13.4% 上昇の実態です。ラバーの平均価格は2024年の5633円から2026年には6388円へと跳ね上がっており、入門段階にもかかわらず1万5000円から2万円前後の初期費用が発生しています。平均で6000円オーバーということは、両面貼ったらラバーだけで1万2000円、凄まじい負担です。2つ目の発見は、ベテラン指導者とメーカーが生み出す教条主義的トラップとフォームの破壊です。筋力の未発達な小中学生に飛びすぎるラバーを与えると、ジメラの身体全体を使ってボールに回転を与える主体機器発力の習得が著しく阻害されてしまいます。3つ目の発見は、中国における人間工学に基づいたジュニア専用設計ブレードの存在です。
遊戯729の開門や銀河の XK3000 など重量 70g 台の軽さと細いグリップ系で子供の成長に合わせた専用用具が存在します。4つ目の発見はフォア粘性プラスバック通透系という黄金セッティングです。回転の感覚を養いながら年間維持費を5000円以下に抑えられます。そして5つ目はアリエクスプレスを通じた個人輸入ソリューションです。中国の完璧なエコシステムを日本からも享受できるんです。日本の2万円に対して数千円で揃うなんて、詳しく掘り下げていきましょう。それではまず、日本国内で起きている卓球用具の価格高騰の具体的で生々しい実態について詳しく教えていただけますか？なぜこんなにも価格が上がってしまっているのでしょうか？はい。日本市場の現状はまさに危機的と言っても過言ではありません。シンラなどに掲載されたグローバルな業界データや日本国内の流通分析によると、ここ数年世界的な原材料費の高騰、国際物流費の上昇、各国の製造人件費の投機がダイレクトに卓球用具を直撃しています。これを受けて日本の主要メーカーは相次ぐ製品価格の改定、つまり値上げを余儀なくされているんです。原材料費や物流費の値上がりですか？身の回りの食品や日用品も値上がりしていますけど、卓球用具も例外ではないんですね。具体的にどのメーカーがどれくらい値上がりしているんですか？代表的な例を挙げますと、日本卓球界の最大大手ブランドの一つである日卓が2025年2月1日に大規模な価格改定を実施しました。さらに業界をリードするバタフライやピクタスといった主要ブランドの製品群においても数千円規模の値上げが常態化しています。定量的なデータで見ると、日本国内市場における大手メーカーの取扱いラバーの平均価格は2024年時点で5633円だったものが2026年には6388円へと伸びており、わずか2年で約 13.4% も増加しているんです。その通りです。しかもこれはあくまで平均値ですから、トップ選手が使うようなフラッグシップモデルのテンションラバーになると、1枚で8000円から1万円を超えるものも珍しくありません。初心者向けのエントリーモデルやミドルクラスのラバーでさえ、今や1枚あたり5000円から7000円前後の価格帯に達しています。まさにそこが落とし穴なんです。さらにラケット本体、つまり木材ブレードの価格も上昇しています。その結果、日本国内で本格的な打球感を持つ競技用組み合わせラケット、つまり市販の合板ブレードに両面ラバーを貼り合わせるタイプのラケットをスポーツ専門店や地域のクラブ経由で一揃え購入しようとするとどうなるか。なんと入門段階であるにもかかわらず、初期費用として1万5000円から2万円前後という高額な予算が発生してしまうんです。初期費用が2万円近くかかるというのも驚きですが、ケンジさん、先ほど高額な用具を買うことがかえってお子さんの上達を邪魔してしまうとおっしゃってましたよね。それってどういうことなんですか？高価で高性能なラケットを使えばむしろ早く上達できるんじゃないんですか？一見すると高額イコール高品質イコール上達が早いと思われがちですよね。しかし卓球という競技の物理的なメカニズムにおいては全く逆の現象が起きてしまうんです。これこそがメーカーのプロモーション戦略と昭和や平成の時代からの価値観を引きずるベテランプレイヤーや地域の指導者の方々が無意識に形成してしまっている協情主義的トラップの第一の罠なんです。協情主義的トラップ、具体的にどんな指導や用具選びが行われてるんですか？具体的には最初から高くても弾む用具、つまりテンション系ラバー、ゴムやスポンジに内部張力を与えて飛距離を伸びやすくしたラバーを与えるべきだという誤った推奨です。ベテランの方や指導者の方は、最近の卓球はボールが大きくなったから弾むラバーを使わないとボールがネットを越えないよ。最新技術のテンションラバーを使えば軽い力でスピードが出るから初心者にも有利だと親心や良かれと思ってアドバイスされることが多いんですね。ああ、言われてみれば軽い力で飛ぶなら筋力の弱い子供にぴったりじゃないって思っちゃいます。それのどこがダメなんですか？ここが実に深い物理と運動生理学の落とし穴なんです。テンション系ラバーというのはラバー自体が強烈な反発力を持っています。そのため筋力や正しいスイングフォームがまだ発達していない小中学生がこのラバーを使うとどうなるか。手首だけでちょんと当てるだけ、ラケットの面をボールに合わせるだけでボールが勢いよく相手コートに飛んでいってしまうんです。当てるだけで飛んでいってくれるなら楽でいいんじゃないですか？短期的には楽に見えますが、長期的にはフォームが完全に破壊されます。卓球において最も重要とされる打球技術はジムラの体幹、
軸足や腰の体転、肩や腕のしなりをしっかり連動させて、自力でボールに強い回転とスピードを与える技術、これを主体的発力と呼びます。主体的発力。自分の体を使って自分から力を生み出して打つことですね。その通り。飛びすぎるテンションラバーを初心者に使わせると、子供たちは強く振るとオーバーミス、アウトしてしまうと恐怖を感じるようになります。その結果、スイングを途中で縮こまらせて止めたり、手首のこね方だけでボールの飛びを調節しようとする悪癖、変な癖が骨格に染みついてしまうんです。自らしっかり振り抜いてボールを掴んですり上げるという主体的発力の感覚を覚えないまま成長してしまうため、将来的に伸び悩む最大の原因になってしまうんですよ。うわー、よく弾む高級なラバーを買い与えた結果、子供たちが手先だけの縮こまったフォームになってしまうなんて、本当に本末転倒ですね。指導者の方も良かれと思って言っているだけに根が深いです。そうなんです。教条主義的トラップにはもう一つの深刻な二者択一の罠が存在します。それがレディメイド、市販の完成品ラケットか高額なカスタム品かという極端な二種選択の押し付けです。レディメイドラケットですか？よく一般の大型スポーツ店やホームセンターのレジャー用品コーナーに売っている箱に入った1000円から3000円くらいのラケットのことですか？まさにそれです。あらかじめラバーが板に固着されていて、透明なプラケースに入って売られるやつですね。初心者や保護者の方がスポーツ店に行くと、店頭にはこの2000円前後のレディメイドラケットか、あるいはパーツをバラバラで選んでお店で貼ってもらう1万5000円から2万円以上の本格カスタム品かという極端な2つの選択肢しか提示されないケースが非常に多いんです。確かに中間がないですよね。2000円のレジャー用か2万円のプロ仕様かみたいな。この二者択一がどちらを選んでも初心者のお子さんを苦しめる結果になります。まず前者の2000円程度のレディメイドラケットを選んだ場合、これは合板の質が粗悪で重く、ラバーのゴム質も摩擦力がほぼゼロのゴムレベルです。回転が全くかからず、打球感もポコンポコンと手に響くだけなので、いくら練習しても卓球の基本技術であるドライブやつっつきが身につきません。球威も出ないため、クラブの練習についていけなくなります。なるほど。安物すぎると技術が身につかなくて卓球が嫌になっちゃう。でもだからといって後者の2万円のカスタム品を買うと、今度はご家庭の経済的な圧迫がすまずいですよね。そうなんです。高額カスタム品を購入した結果、こんなに高いお金を払ったんだから絶対にやめないでよと親御さんがプレッシャーを感じてしまったり、あるいは用具の性能が高すぎてボールのコントロールに苦しみ、卓球ってお金がかかるし難しくて面白くないと誤認してしまい、競技を開始してわずか数ヶ月で早期離脱、途中棄権、部活動退部してしまうお子さんが後を絶たないんです。中間的な低価格でありながら競技用としてしっかり上達できる用具の選択肢が日本の店頭では完全に抜け落ちているのが最大の構造的な問題なんです。どうして日本の店頭やメーカーはそんな中間的なちょうどいい用具を扱わずに高価なテンション系ラバーばかりをアピールして販売しようとするんでしょうか？そこにも何か理由があるんですか？美咲さん、そこにこそメーカーやショップ側が絶対に教えてくれないビジネスモデルとしての構造的真実が隠されているんです。一言で言えば、テンション系ラバーはメーカーにとって非常に利益率が高く、回転の速い消耗品ビジネスモデルだからなんですよ。消耗品ビジネスモデル、プリンターのインクやカミソリの替え刃みたいなシステムってことですか？完璧な例えです。テンション系ラバーというのはスポンジや表面のゴムシートに薬品や特殊技術で常に強烈な張力、テンションをかけて製造されています。常に引き伸ばされた状態にあるため、打球の衝撃や経年劣化によってラバーの内部張力が急速に抜けていってしまう特性を持っています。張力が抜けるとどうなっちゃうんですか？使用開始からわずか 1,2 ヶ月もすると、買った当初の素晴らしい弾みや表面の引っかかりが著しく低下し、ボールが落ちたり飛ばなくなったりします。つまり競技として練習している小中学生の場合、最低でも 2,3 ヶ月に1回、遅くとも半年に1回は両面のラバーを張り替えなければならないという運命を背負わされるんです。2、3ヶ月に1回両面で1万2000円から1万5000円もするラバーを年に3回も4回も張り替えるとなったら、計算してみましょう。両面ラバー代1万2000円×年間3から4回の交換費用イコール年間で3万円から5万円以上のランニングコストがラバーの張り替え代だけで継続的に発生することになります。
ひえー、初期費用で2万円払ったのに毎年3万5万円の維持費がかかるなんて、中学生のお小遣いレベルどころか保護者の方の悲鳴が聞こえてきます。そうなんです。この高い交換頻度はラバーを売るメーカーやショップにとっては絶え間なく売り上げが立ち続ける最高のビジネスモデルです。しかしこれから卓球を楽しもうとしている初心者の小中学生や保護者の方にとっては耐え難い経済的障壁になっているのが現実なんです。日本市場の現状を知れば知るほど、なんだか切なくなってきますね。自由競争の結果とはいえ、初心者へのハードルが高すぎます。危険な罠だらけじゃないですか。でもケンジさん、冒頭でおっしゃっていた卓球王国の中国では、この初心者を取り巻く環境が全く違うんですよね。そうなんです。ここからは視点をガラリと変えて、中国の卓球市場と育成現場の驚くべき実情を見ていきましょう。中国では小中学生が卓球を始めるにあたり、用具の機能性、人間工学に基づいた育成思想、そして圧倒的なコストパフォーマンスが完璧に融合した独自の用具システムが確立されています。日本の初期費用1.5万から2万円、年間維持費3万から5万円に対して、中国ではどれくらいの費用で始められるんですか？神羅などの現地情報源によると、中国で小中学生が本格的な競技用カスタムラケット、ブレードと両面ラバー、一式揃える場合の平均的な入門費用は、なんと100元から300元、日本円にして約2000円から6000円前後です。へえ、2000円から6000円ですか？桁が違いますよ。日本のレジャー用のおもちゃラケットの値段で本格的な競技用カスタム品が買えちゃうということですか？方向にその通りです。しかもランニングコストについても、中国で推奨されるラバーセッティングを採用した場合、耐久性が非常に高いため、ラバー交換は年に1回程度で済み、年間のランニングコストは5000円以下に抑えられます。初期費用も維持費も日本の約4分の1以下。どうしてそんなに圧倒的な差が生まれるんですか？中国の用具ってただ安かろう悪かろうの品質なんじゃないですか？そこが最大の誤解なんです。安物なのではなく、むしろ中国の用具は子どもの成長や人間工学を科学的に計算し尽くした専用設計がなされているんです。中国では大人用のラケットをそのまま子供に使わせるのは、大人の重いゴルフクラブや革靴を子供に押し付けるのと同じで、愚の骨頂であるという育成思想が根底にあります。ボールを楽に飛ばすスピード重視の日本に対して、自ら回転をかけてコントロールする主体的発力を育てるための用具思想が徹底されているんです。具体的にどんな製品があるのか、次のパートから。大人用の用具をそのままつかませるのは、大人の革靴を子供に履かせるようなもの。すごくわかりやすい例えですね。具体的に中国のジュニア専用ブレード、ラケット本体は大人のラケットと何が違うんですか？一番大きな違いは、単なる成人用モデルのグリップ削り短縮版ではなく、人間工学に基づいた頭皮縮小設計がなされているという点です。頭皮縮小ですか？はい、日本の一般的なジュニア向けと銘打たれたラケットの多くは、大人のブレードの大きさはそのままに、グリップの部分だけを少し短く細く削っただけのものが目立ちます。しかしこれだと何が起きるかというと、ブレード全体の重心が先端に偏ってしまい、手の小さい子供が握ると頭が重くて振り遅れる、手首に過度な負担がかかるという問題が発生するんです。頭が重いラケットって振った時に振り回されちゃいますもんね。手首を痛めたりもしそうです。そうなんです。それに対して中国市場で普及しているジュニア専用ブレードは、6歳から12歳前後の児童の骨格、視床のサイズ、筋肉の発達段階を緻密に測定し、ブレードの縦横の長さ、厚み、グリップの太さと形状、そして重量バランスを全体として完璧な比例計算でコンパクト化しています。へー、全体をバランスよく小さく設計しているから振り抜きやすくて手首にも優しいんですね。その通り。さらに使われている木材の選定や特殊素材の配置に関しても、子どもの筋力育成段階に合わせた物理的な工夫が施されています。中国の2大メーカーである遊戯729や銀河といったブランドが、この分野で世界最高峰のジュニア専用製品を生み出しているんです。遊戯729のジュニア専用ブレイド、具体的にどんなモデルがあるのかめちゃくちゃ気になります。詳しく教えてください。
まず最初にご紹介したいのが、遊戯72菊がブランド創業50周年の節目に満持して投じた、その名も開門シリーズです。同古商店などの専門情報でも絶賛されている名作ですね。開門って啓蒙活動の啓蒙と同じ意味ですよね。知識や能力を開く、まさにビギナー児童のためのモデルですね。その通り、この開門シリーズのファーストモデルである開門1は、純木5枚合板で作られたまさに初学者のための紙ブレードなんです。その物理構造を解析してみましょう。物理構造、ワクワクしますね。開門はラケットの中心材に快軽量で振動吸収性と打球感に優れたキリキを採用しています。そして板の厚みを 6.0 ミリ未満という極めて薄い設計に抑えることで、ブレード単体の重量をなんと約 70g 出頭という異例の軽さに設定しているんです。70g 台、大人の競技用ラケットだと板だけで 85g から 90g くらいありますよね。15g から 20g も軽いんですか？はい、両面にラバーを貼っても総重量が非常に軽くなるため、小さな小学生でも手首に負担をかけずにバシバシ振り抜くことができます。そしてここからが最も重要な物理特性なんですが、キリキ台芯と薄型5枚合板の組み合わせによって、打球時にボールが板に当たった瞬間の手応えが手のひらにダイレクトかつ明確に伝わるんです。手元に打球感がはっきり伝わる。そうです。手に打球感がしっかり伝わることで、子供たちは、あ、今ボールをラケットのマシンで捉えたな、自力で押し出すとこれくらい飛ぶんだな、という身体感覚をつかむことができます。跳ねすぎない適度な反発力だからこそ、自らの体幹と腕を使ってしっかりとスイングし、ボールに回転を与える主体的発力の基礎を完璧に叩き込むことができるんです。主に筋力をしっかりつけたい男子児童や完全初学者のファーストラケットとして最高評価を受けています。開門1が木材5枚合板の王道モデルなら、開門シリーズには他にもバリエーションがあるんですか？あるんです。それが次なるステップや筋力の弱いお子さん向けに開発された開門2です。こちらは3枚木材プラス2枚砲炭という特殊素材を取り入れた構造になっています。カーボン入り？カーボンってよくプロ選手が使っている弾む素材ですよね。子供が使っても大丈夫なんですか？ここが729の設計の凄みなんです。開門2は板の厚みをさらに薄い約 5.5 ミリという極薄に仕上げています。そして薄層のアリレートカーボンを木材の内側に配置することで、重量を約 70g 前後の超軽量に保ったまま、カーボン特有のボール離れの良さと広いスイートスポットを付与しているんです。あえて板を 5.5 ミリまで薄くすることで、カーボンを入れても跳ねすぎず、軽さをキープしているんですね。その通り、脱板速度が速いということは、打球時に少ない力でもスピードが出やすいということです。そのため男子に比べて筋力が弱く、ボールを遠くに飛ばすのが難しい女子児童や、すでに開門1で基礎スイングを習得し、実戦でのボールの威力を求める新回帰の小中学生に完璧に最適化されているんです。なるほど。男の子女の子の筋力差や習得レベルに合わせて開門1と開門2を選べるようになっているわけですね。しかも同古商店での現地価格を見ると、この高度なカーボン入りジュニア専用ブレードである開門2がなんと約99元、日本円で約2000円という信じられない低価格で販売されているんですよ。約2000円？カーボン入りの高品質ラケットが2000円だなんて、日本の感覚からすると信じられません。遊戯729の開門シリーズ、本当に目から鱗の内容でした。でもケンジさん、中国には銀河という歴史ある超大手メーカーもありますよね。銀河からはどんな小学生専用モデルが出ているんですか？よくぞ聞いてくれました。タオバオなどの現地 EC モールでも圧倒的な爆発的人気を誇り、小学生初学者の神器とまで呼ばれているのが銀河が誇る専用モデル XK3000 です。 SK3000、 SF のメカみたいな名前でかっこいいですね。どんな人間工学的アプローチや工夫が詰まっているんですか？この XK3000 は主に6歳から12歳の小学生の手小のサイズと安全性能を科学的に徹底研究して設計されています。まず第一の特徴は驚異のグリップ径 24mm という設計です。大人用のラケットのグリップ径ってだいたいどれくらいでしたっけ？大人用だと通常 27mm から 30mm 前後あります。
それに対して XK3000 はわずか 24mm という極細の楕円形グリップに仕上げています。比率にして大人用より約 15% も細いんです。約 15% も細い。手の小さい小学生の握り拳でも指がしっかり回ってスポッと心地よく収まりそうですね。方向にそこが狙いなんです。グリップが太すぎると子供は握力を限界まで振り絞ってラケットを保持しようとします。そうすると腕全体に無駄な力みが生じ、手首や肘を滑らかに使えなくなってしまいます。24mm の極細グリップによって無理なく握れるため、腕の無駄な力みが取れ、打球時の疲労感が劇的に激減するんですよ。握りやすいから変な力みぎがなくなってフォームも綺麗になるし疲れにくくなります。一石二鳥ですね。素材や性能面はどうなんですか？ブレード本体には軽量高密度切り機と高弾性複合繊維を組み合わせており、全体の重量をわずか約 85g に抑えています。さらにラバーには 1.5mm 圧の軟弾型防滑ラバーが貼られています。 1.5mm 圧の軟弾型防滑ラバー。スポンジが少し薄めで柔らかい仕様ですね。そうなんです。このスポンジがボールの激しい衝撃を適度に吸収して球持ちを良くしてくれます。タオバオ等の実証データによると、この設計によって初心者の連続階級数が実測で約 60% 向上したという目覚ましい実験成果が出ているんですよ。連続ラリーが 60% 向上。初心者のお子さんにとって1回でも多くラリーが続くことって一番の喜びであり、上達の近道ですよね。卓球って楽しいって心から実感できますよ。本当にその通りです。そして保護者様にとってさらに心強いのが国家レベルの安全性認証です。 XK3000 は中国の国家標準規格である GBT27697-2021 卓球ラケット安全技術要求の厳しい品質検知をクリアしています。国家基準の安全技術要求認証ですか？はい。小さな子供が使う用具だからこそ、有害な化学塗料や有機溶剤接着剤、揮発性物質が一切無添加であることが厳密に保証されています。口に触れたり肌に触れたりしても安心な設計なんです。そこまで安全面に配慮してくれていたら、親御さんも安心して買い与えられますね。ちなみにタオボーでの実売価格はおいくらくらいなんですか？驚かないでくださいね。実売価格で約70元から90元。日本円で約1500円から1800円前後です。しかも赤と白の2色に塗り分けられた訓練用装飾牛までセットになってこの価格なんですよ。1000円台で安全認証済みの専用ラケットとトレーニングボールまでついてくるなんて、中国の普及にかける本気度を感じますね。銀河の XK3000、素晴らしいエントリーモデルですね。でもケンジさん、基礎の打ち方をマスターしてもっと勢いのあるボールを打ちたい、本格的な攻撃用合板で相手を押し込みたいという中学生や少し力のある小学生にはどんな名機が用意されているんですか？ステップアップを目指す新回帰のジュニア選手に向けて、中国で絶対的レジェンドとして君臨しているエントリー名機があります。それが世界最高峰ブランド高層スキが手掛ける軽極7です。軽極7、共同などのカタログでも常に売れ筋トップに君臨している超有名ブレードですね。その通り、卓球ケークは厳選された良質な木材を7枚重ね合わせた7枚純木攻撃型構造のブレードです。5枚合板よりも板自体の剛性が高く、ボールを叩いた時に圧倒的な飛距離と推進力を生み出します。5枚合板から7枚合板にステップアップすると、ボールのスピードやパワーが一段とアップしますもんね。しかもただ硬くて弾むだけではありません。軽極7の最大の物理的特徴は7枚合板でありながら木材独特の絶妙なしなりが残されているという点です。ボールを打った瞬間、板が一瞬しなってボールを抱え込み、そこから一気に弾き出すため、強烈な回転と伸びのあるスピードボールを両立できるんです。プロ選手の使うような力強い打球感ですね。それもそのはず。リオデジャネイロ五輪金メダリストであり、卓球界の絶対王者であるマロン選手が若手時代に愛用していた名機の遺伝子をダイレクトに引き継いでいる設計なんです。ブレード重量は 85g から 90g 標準で、身体が出来上がってきた中学生や力強いスイングを身につけた小中学生の手に驚くほどしっくりなじみます。プロの遺伝子を継承した本格的な7枚合板攻撃型ブレード。
日本でこういう本格的な7枚合板の競技用ラケットを買おうとしたら、安くても7000円から1万円近くしますよね。そうですね。しかし京東や各種専門 EC での現地実売価格はなんと約100元から130元前後、日本円で約2000円から2600円程度という破格のプライスなんです。なんと本格的な7枚純金の競技用ブレードがたったの2000円台。日本のレジャー用ラケットと同じ値段じゃないですか。方向にここが中国市場の凄みなのです。だからこそ中国各地の卓球クラブや指導現場では、基礎スイングを覚えたジュニア選手を中級実践レベルへと引き上げる際の標準装備ブレードとして、この軽極7が不動のポジションを獲得しているんです。失敗を恐れずガンガン使い込めて、打撃性能はプロレベル、まさにコスパの神様と言えますね。ブレードのお話だけでもお腹いっぱいになりそうなくらい深いですが、ここからはラバーのセッティングについて深く掘り下げていきましょう。ケンジさん、中国の指導現場ではどんなラバーレワビが徹底されているんでしょうか？ここにも日本の一般的な常識を覆す非常に合理的で科学的な理論が存在します。親鸞などに掲載されている専門家解説でも強く強調されていますが、中国の卓球指導現場におけるラバーセッティングの黄金ルール、それはフォア面には絶対に粘性ラバーを貼るという徹底された原則です。粘性ラバー、表面がペタペタと粘着性のあるあの中国ラバーですね。高層機の強氷3や遊戯729のボントン2などが超有名ですよね。よくご存知ですね。日本では粘性ラバーは硬くて重いから大人や上級者が使うものでしょ。初心者が使っても弾まなくてネットを越えないよと誤解されがちです。しかし中国の指導現場では正反対の教え方をします。初心者だからこそフォア面には粘性ラバーを貼らなければならないと。初心者にこそ粘性ラバー？どうしてそんな正反対の教え方になるんですか？理由は大きく3つあります。1つ目は何といっても回転をかける摩擦感覚の体得です。粘性ラバーは表面の粘着力によってボールをラバー表面で深く掴む物理特性を持っています。テンションラバーのように勝手に弾き出さないため、初心者が正しいスイングでボールを下から上にこすり上げた時、ボールがしっかり持ち上がって強烈な全身回転がかかる手応えを身体感覚として明確に覚えることができるんです。なるほど。自分のスイングで吸って回転をかける手応えが直接手に伝わるから、先ほどケンジさんがおっしゃっていた主体的発力の育成にダイレクトにつながるんですね。その通り。2つ目の理由はプラスチックボール時代における進化です。現代の中国製粘性ラバーは昔の粘性ラバーのようにただ重くて硬いだけではありません。スポンジに最新の弾性技術を導入することで、初速の速さと強烈な回転量を多項次元で両立させているんです。技術が進歩して初心者でもしっかり飛ばせるように進化しているんですね。そして3つ目の理由は何ですか?3つ目こそが冒頭でお話ししたご家庭のお財布を強力に保護する高い耐久性と圧倒的長寿命です。テンション系ラバーはゴムや海綿の薬品的な張力で飛ばすため、1期2ヶ月で張力が抜けて寿命がきます。しかし粘性ラバーは表面のゴムの摩擦力と粘着性で回転を生み出します。そのため打球後に専用フィルムを貼って手入れさえすれば、半年から1年以上経っても打球性能がほとんど低下しないんです。半年から1年も性能がキープできるんですか？テンションラバーなら年に 3,4 回張り替えなきゃいけないのに、粘性ラバーなら年に1回で済む。これだけで年間のランニングコストが激減しますね。フォア面に粘性ラバーを貼る理由、めちゃくちゃ納得できました。じゃあ反対側のバック面にはどんなラバーを貼るのが中国の黄金セッティングなんですか？バック面にはフォア面とは対照的にソフトで軽量な通透系コントロールラバーを貼るのが絶対的な鉄則です。フォア面は粘性、バック面はソフト系。どうしてバック面はソフトなラバーにするんですか？運動生理学的に見て、人間の身体構造上、バックハンドはフォアハンドに比べて肩や腰の可動域が狭く、大きなスイングで自力の発力をするのが難しいという特徴があります。特に筋力の未発達な小中学生の場合、バック側に来たボールに対しては、相手のボールの威力を利用して押し返す尺力の技術が極めて重要になります。確かにバックハンドってフォアみたいに体の後ろまで引き込んで大きく振るのが難しいですもんね。だから少し柔らかくて打球感が手元にスッと抜けるラバーがいいんですね。
その通り。そこで中国でバックメンの入門新ラバーとして不動の絶大な人気を誇っているのが遊戯729の729天翼です。天翼、天の翼と書いて天翼ですか？なんだか羽のように軽そうなネーミングですね。名前の通り驚くほど軽量なラバーです。一般的なラバーのスポンジ圧が 2.1mm から 2.2mm であるのに対し、天翼はスポンジ圧を 2mm とあえて薄めに設定しています。これにより、ボールを打った瞬間にラケットの木材板まで打撃感がストレートに伝わる手感等々を実現しているんです。スポンジが薄めだから相手の打球の威力を抑え込みやすくて、ブロックやミート打ちのコントロールが抜群になりそうですね。方向にそれです。他にも粘性を抑えて弾性と安定性を高めた729焦点3や、神羅の推奨リストでも圧倒的コスパとして紹介されている銀河水星2といったラバーがバック面の定番として活躍しています。ちなみにその新難でも大絶賛されている銀河水星2っておいくらくらいなんですか？驚かないでくださいね。銀河水星2は1枚あたり20元から30元前後、日本円で約400円から600円です。400円600円。ラーメン1杯より安いじゃないですか。そんな価格で競技用ラバーが買えちゃうなんて、中国の普及用ラバーの層の厚さは本当に凄まじいですね。ケンジさん、ここまでジュニア専用ブレードやフォア粘性プラスバック通透系という素晴らしい用具の話を聞いてきましたけど、どうして中国ではこんなにも高品質な競技用パーツが数百円から2000円台という信じられない安さで流通できるんですか？そこには中国市場ならではの自国メーカー同士の激しい多極競争と高度なデジタル購買エコシステムという2つの巨大な構造が存在するんです。メーカー同士の多極競争ですか？具体的にどんなメーカーがしのぎを削っているんですか？中国市場にはナショナルチーム御用達の高層機、50年の歴史を誇る遊戯72特、技術力の銀河をはじめ、創魚、西欧でパイリオといったメガブランドがずらりと勢ぞろいしています。うわー、世界的に有名なメガブランドが6社も7社もひしめき合っているんですね。そうなんです。これらのメガメーカーが14億人の巨大市場と無数の卓球人口を獲得するために、日々熾烈な技術開発と価格競争を繰り広げているんです。一社が安くていい製品を出すと、他社もすぐにそれを超える高品質低価格な製品を投入してくる。この健全な多極市場競争がユーザーにとって最高のコストパフォーマンスを生み出し続けているわけです。なるほど。メーカー同士が切磋琢磨しているからこそ粗悪品が淘汰されて安くていいものがどんどん生まれるんですね。そしてもう一つの要素がデジタル技術を活用した購買エコシステムです。中国の保護者様やプレイヤーは実店舗に行って定価で購入するのではなく、タオボーや京東、そして卓球専門 EC サイトの筆頭である同湖商店といったプラットフォームを通じて、中間マージンを極限までカットしたメーカー直販、専門代理店直販の価格で直接購入しているんです。中間マージンをカットして直接ネットで買えるのは嬉しいですけど、卓球の知識があまりない保護者の方だと、ブレードとラバーを自分で選んで組み合わせるなんて難しくてできないってなっちゃいませんか？美咲さん、素晴らしい指摘です。まさにそこを解決しているのが中国 EC の真骨頂である DIY ターちゃん組み合わせセットという仕組みなんです。 DIY タオさん組み合わせセットでした？はい、同湖商庁やタオバウなどのショップ側があらかじめ育成段階やレベルに合わせて、このブレードにはこのフォアラバーとバックラバーの組み合わせがベストという完璧な構成をプロの目でセット化して販売してくれているんです。へえ、ショップの専門スタッフが相性のいいパーツを厳選してセットにしてくれるなら、初心者の親御さんでも迷わずワンクリックで選べますね。具体的なセット例をいくつかご紹介しましょう。超普及エントリーセット、K 極7プラス729普及灯プラス水星2約2000円から3000円。ジュニア専用精密セット、開門1または2プラス729ションタオ粘性プラス焦点3約3000円から5000円。本格進化セット、本送引き 506X プラス分転2ションタオプラス有機速度約6000円から8000円。一番上のセットなんて2000円から3000円でフルセットが揃っちゃうんですか？しかも真ん中のジュニア専用精密セットでも3000円から5000円。日本の2万円と比べたら本当に奇跡みたいな価格ですね。
それだけではありません。中国の EC ショップで購入する最大のメリット、それは手元に届いた瞬間に完璧な状態で打てるワンストップ付帯サービスが完全無料でついてくる点なんです。無料の付帯サービス、具体的に何をしてくれるんですか？次の3つの工程が注文するだけで全部無料で行われます。1、プロによる無機接着剤での貼り代行。2、エッジを保護するサイドテープの無償装着。3、専用ラケットケースの進呈。ラバー張り工賃も接着剤代もサイドテープ代もケース代も全部タダ？日本のお店だと追加で数千円取られますよね。そうなんです。自分でハサミで切って失敗するリスクもゼロ。届いたその日に箱から出してすぐに練習場に持っていける。この完璧なワンストップエコシステムこそが中国の卓球環境の強みなのです。中国の DIY 卓球と無料サービス、本当に羨ましすぎます。でもケンジさん、私たちは日本に住んでいるわけじゃないですか？日本の保護者や小中学生が中国のこの素晴らしい用具システムを利用することなんてできるんでしょうか？それこそが今回の動画解説のクライマックスであり、僕が皆さんに一番お伝えしたかったグッドニュースです。アリエクスプレスなどのクロスボーダー EC プラットフォームを活用すれば、日本にいながらにしてこの中国の完璧なエコシステムをそのまま利用することができるんです。アリエクスプレス、海外から直接買い物が注文できる大手グローバル通販サイトですね。でも海外通販って偽物があったりちゃんと届くのか不安だったりしませんか？そこは正しい知識を持っていれば全く問題ありません。実はアリエクスプレスにはメーカーの直営公式ショップや大手専門代理店が直接旗艦店を出店しているんです。例えばフレンドシップ729オフィシャルストアやインエオフィシャルストア、 DHS オフィシャルストアといった公式ストアが勢ぞろいしています。メーカー公式ストアが出店しているなら 100% 本物で安心ですね。その通り。それではここで日本国内のスポーツ店で買い揃えた場合とアリエクスプレスを使って中国から個人輸入した場合の衝撃の価格シミュレーションを比較してみましょう。ぜひ知りたいです。どれくらい価格差が出るのか見比べてみましょう。日本国内の一般スポーツ店で購入する場合、カーボンラケット約9000円、フォアラバー約5500円、バックラバー約4000円、工賃1000円で合計約19500円かかります。対してアリエクスプレスでジュニア専用精密セットを個人輸入する場合、カイモン2ブレード約2200円、フォアボント2約1800円、バック焦点3約1200円、組み立てケース無料、送料約300円で合計約5500円で済みます。キャー、約2万円対約5500円。ほぼ4分の1の費用で買えちゃうなんてあまりにも差が大きすぎます。浮いた1万5000円でシューズやユニフォームを買ったり遠征費に回せちゃいますね。国内購入の約4分の1でプロ品質のジュニアセットが手に入るなんて使わない手はないですね。でもケンジさん、アリエクスプレスで失敗せずに注文するための具体的なやり方や手順を教えていただけますか？特に英語でのコミュニケーションが心配です。任せてください。ここからは初心者の方でも絶対に失敗しないアリエクスプレス購入プロセス3ステップを具体的にレクチャーします。よろしくお願いします。メモの準備 OK です。ステップ1は信頼できるストアの選定です。検索欄に729海面ブレードなどと入力し、ストア名にオフィシャルストアとある直営店や評価 95% 以上の店舗を選んでください。なるほど。オフィシャルストアか評価 95% 以上ですね。これで偽物を回避できますね。ステップ2は無料組み立ての英文メッセージ指定です。注文時のメッセージ欄にHi, please assemble the rubbers on the blade before shipping と一言添えて、フォアとバックのラバー色を指定するだけです。わあ、この英文をコピペして送るだけで出荷前にラバーを貼ってカットしてくれるんですね。なんて簡単なんでしょう。ステップ3は配送期間の把握と受け取りです。アリエクスプレススタンダードシッピングやチョイスを指定すれば、通常7日から14日程度で自宅に組み上げ済みラケットが届きます。追跡番号で日本郵便サイトからも追跡できて安心ですよ。ここまで日中の卓球環境や用具の仕組みについてたっぷりお聞きしてきましたが、ここで改めて私たちが知っておくべき卓球の真実を整理していただけますか？はい、これまでの分析から浮き彫りになった日本のメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない3つの卓球の真実を深くかみしめておきましょう。1つ目の真実とは何でしょうか？
真実1は、高額な飛びすぎる用具は少年の打球フォームを破壊するということです。筋力の未発達な子供に弾みすぎるラバーを与えると、オーバーミスを恐れて縮こまったスイングになります。自らの体幹で飛ばす主体的発力の基本は、開門1のような手感の明確な5枚合板と粘性ラバーでしか養えません。どんなに高級でもフォームを壊してしまったら元も子もないですからね。では2つ目の真実とは？真実2は、テンションラバーは高コストな消耗品であり、初学者の最適解は粘性プラスソフトであることです。中国の粘性ラバーは手入れさえすれば半年以上性能が持続します。フォア粘性プラスバックソフトこそが技術習得を早め、ランニングコストを最小化する極めて合理的な解なのです。消耗品ビジネスの仕組みに惑わされず、長持ちして技術が身につくセッティングを選ぶべきなんですね。3つ目の真実とは？真実3は、国内流通の完成品レディメイドラケットは調達の阻害要因であることです。市販の完成品ラケットはゴムが永久接着されたおもちゃレベルです。中国の100元台の DIY ターチャンは将来張り替えが可能な本物の競技用パーツで構成されています。ケンジさん、今日のお話はこれから卓球を始める小中学生や保護者の方々、そして現場の指導者の皆さんにとって目から鱗が落ちるような素晴らしい内容ばかりでした。ありがとうございます。最後に、日本の卓球界が子どもたちの競技環境を守るための3つの実践的提言をまとめて総括としましょう。はい、お願いします。実践的提言1、国内代理店価格の固定観念を捨て、アリエクスプレス等を活用して3000円から5000円台でプロ品質のジュニアセットを調達すること。実践的提言2、指導者は小中学生に対し、大人用ではなく 80g 以下のジュニア専用設計ブレードを優先推奨すること。実践的提言3、国内ショップも初心者向けワンストップパッケージを構築し、手頃なセット価格で提供すること。本当にその通りですね。子どもたちが楽しく正しいフォームでご家庭に無理のない形で卓球を続けられる環境が広がっていってほしいです。用具選びの正しい知識を持つことがお子さんの上達と笑顔を守る第一歩になります。今回の動画が全国の卓球初心者の皆様や保護者様のお役に立てば、これほど嬉しいことはありません。はい、皆さんもぜひ賢い用具選びで最高の卓球ライフをスタートさせてくださいね。それでは本日の動画解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。